こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。さて、今回レビューさせていただくのは、オーレンデジタルよりリリースされております、クリムドラムスというドラム音源です。こちらの製品は世界的なメタルプロデューサーであるジェンス・ボグレン氏とメタルドラマーのクリム・レヒナとのコラボレーションによって生まれましたコンタクト音源となっております。さあ、どんなサウンドがするのか今から楽しみでありますが、早速音を鳴らしていきたいと思います。はい、それではこちらがクリムドラムスになります。ネイティブインストゥルメンツのコンタクトを使って読み込みます。無料版のコンタクトプレイヤーでも読み込むことができます。まずは GUI をクリックして音を確認していきましょう。太鼓系はバキッとしたサウンドで非常に明瞭感があります。続いてシンバル系見ていきましょう。ハットがメインともう一つ右に計2組あります。そしてチャイナも両方に2つあります。そしてスプラッシュ。アタックが強くてパーカッシブでいいですね。そしてクラッシュ系。そしてライドですね。はい、第一印象としてはどれもアタックがしっかり出ているので、音数が多い楽曲とかでもしっかり抜けてくるんじゃないかなと思います。では実際のドラムパターンで鳴らしてみたいと思います。こちらの歯車ボタンで設定画面を開くと、ノートのマッピング、どの鍵盤でどのパーツを鳴らすかという設定を変更することができます。そしてあらかじめ他社製品のマッピングのプリセットがたくさん収録されておりますので、例えば普段 Easy ドラマーを使っている方はこちらを押すと Easy ドラマーに近いマッピングのプリセットを呼び出すことができます。ですので他社製品を普段使っているけど、このクリムドラムスを使ってみたいという方、乗り換えが非常に楽だと思います。それでは自分は普段スーペリアドラマーを使っているのでスーペリアを押してみたいと思います。マッピングはここをクリックして任意のノートを選ぶこともできますし、こちらのラーンボタンを押してから鍵盤を押すとそのノートを記憶させることもできます。それでは実際のドラムフレーズで鳴らしてみます。他の楽器も加えて聴いてみます。という感じで激しいメタル系のギターやベースにも負けないドラムサウンドですね。で、なおかつ今は何もミックスしていない状態ですが、このままでも十分問題ないくらいのメタルドラムサウンドになっているので、DTM 初心者の方だったり、レコーディングのプリプロとして仮で打ち込みたいという方にも非常にお勧めできるんじゃないかなと思いました。では収録されているドラムサウンドを深掘りしてみたいと思います。まずスネアに関しましては2種類ありますね。デフォルトがこのようなスネアサウンドになっておりまして、でもう一つはウルトラクラスと。このようなスネア2種類が収録されています。で、どちらもしっかりとハイもローも出ているので迫力がありますし、サステインもあるので非常に良いですね。で、このコーンっていう音が非常に生っぽいところですが、もし気になるようであれば、その部分を鋭い Q にした EQ でカットしてもいいかなと思いました。このように細くした EQ でスネアのコーンコーンとなっている部分を探してカットしていきます。
あんまりやりすぎると味がなくなってしまうので、楽曲のキーとか、音の密度とかに合わせて加減してあげるといいかなと思います。そしてキックは3種類ですね。デフォルトがこのオールドヘッド。使い込んだヘッドということでしょうか。そしてもう一つはフェルトのビーター。ペダルのこの叩くところのビーターですね。これがフェルトの状態で収録したバスドラムサウンドでしょうか。ちょっと柔らかい感じになりましたね。で、続きましてはプラスチックビーター。ここがプラスチック製になっている状態ですね。今度は逆に硬さが出た感じがしますね。オールドビーター、フェルトビーター、プラスチックビーター。そして2バスですので、左右、おそらく同じ口径で同じモデルでなるべく近いようなピッチにしているとは思うのですが、それぞれ個体差があるので響き方が異なっています。両方ともプラスチックビーターにしてみましょう。はい、このような感じで、もしかすると若干左の方、ピッチを軽く下げているのかもしれませんが、このあたりもエンジニアのイエンス・ポグレン氏の緻密な計算があるのかもしれません。続きましてはタム系。タム系は、クリアとコーテッド。クリアというのは透明のヘッドですね。ヘッドの違いで収録しているようです。透明のクリアヘッドはこのようなサウンドです。そして全部コーテッドにしてみましょう。コーテッドというのはこのような白いちょっとザラザラっとした感じのヘッドということでしょうか。はい、コーテッドの方が若干丸いサウンドな気もしますね。そしてシンバル系はどれも1種類ずつのようです。チャイナは右のチャイナだけ2種類ありましたね。どちらも非常にピシャーンと抜けてくるサウンドですので、このあたりはお好みでという感じですね。で、ライドも1種類です。で、ライドはノートによってカップと本体の部分とちゃんと音が分けられています。で、ライドを端っこの方を叩いてクラッシュ的に叩いたサウンドも収録されています。ですので、ライドのパターンになった途端にちょっと音が軽くなってしまうということが打ち込みドラムでよくあるのですが、そういう場合はライドをクラッシュ的に叩いたサウンドを軽くレイヤーしてあげると迫力が出ると思います。例えばライドだけで打ち込むとこのようなサウンドですが、ここにライドをクラッシュ的に叩いたノートをレイヤーしてあげて、このままですとおそらくガシャガシャしすぎちゃうと思うので、ベロシティを下げてみましょう。これでちょっとガシャガシャ感が加わりましたね。これ強めに入れればもっとガシャガシャすると思います。ここまでいくとちょっとクラッシュすぎかなと思いますが、うっすら重ねるだけでもちょっと迫力が出るかなと思います。あとハットはいろんなアーティキュレーションが収録されてまして、オープンだけでも5種類あります。そしてクローズも端っこの方のクローズと普通のクローズとありますね。よりタイトなビートにしたいときはこちらのティップクローズと使うといいかなと思います。そしてこのようなハーフオープン的なのもありますし、ペダルもありますね。そしてこれはペダルを踏んでオープンの音を鳴らすというアーティキュレーションも収録されています。こちらのハットもクローズもあるんですね。リモートハット的なワイヤーがついているのか、こちらオープンが6種類あります。
そしてクラッシュは普通のヒットとチョークというのは手でミュートした音ですね。押さえた時の音がこういうふうにうっすら収録されているみたいですね。ですのでこれとこうミュートするという感じですね。あらかじめピシッと、ミュートされた音で収録されていると実際の曲にシンバルの長さが合わなかったりするんですが、このように分かれているので自分のタイミングでピタッと止めることができます。スプラッシュやチャイナも同様ですね。でこのスプラッシュがかなりパーカッシブなんでメタルドラムらしいというか、フィルインの中で連打したりとかしてもしっかりフレーズが聞こえてくれるサウンドだなと思いました。それじゃあミキサー画面見ていきます。キックやスネアは2本ずつマイクトラックがあるみたいですね。スネアはトップとボトム、スネアの下のスナッピーバネの部分を収録したトラックとトップから収録したトラック、そしてキックはおそらくメインのホールの中の方に入れたマイクと外の方に立てたマイクという感じでしょうか。1トラックずつちょっと聞いてみましょう。このような感じでアタックはメインの方で出して、低音の迫力はこのサブの方で加えていくという感じでしょうか。そしてこれはトリガーっぽいですね。これ単体ではデフォルトでは何もならないようですね。ここに任意のトリガーとなるドラムの波形をドラッグ&ドロップして読み込むようです。ではこちらをドラッグ&ドロップしてみましょう。はい、これで鳴るようになりました。これをメインのバスドラムのサウンドにブレンドすることができます。スネアも同様ですね。で、トラックは、タムそれぞれありまして、ハットとライドは単体のオンマイクがあり、その他のシンバルはオーバーヘッドと部屋鳴りを収録したルームというトラックになっています。そしてオーバーヘッドの方はそれぞれのシンバルの音量を調節することが可能です。ではオーバーヘッドだけで聞いてみましょう。はい、こんな感じです。通常オーバーヘッドマイクは、素の状態ですと結構バスドラムとかローの方が入ってきていて、それを EQ でカットしたりとかするのですが、あらかじめこちらはカットしてコンプかけたようなサウンドで収録されていると思います。ではルームトラックの方も聞いてみます。はい、こんな感じで、余韻の方も長すぎず短すぎずという感じでしょうか。あんまり長すぎるとメタル系ですと音がブヨブヨっと飽和状態になりがちですが、非常に使いやすそうなサウンドで収録されていると思います。そして各トラックのパンで左右の定位をコントロールすることができますが、オーバーヘッドとルームはもともとステレオなので、こちらでステレオの広がり具合を調節することができるようです。一番左に振り切るとモノラルになっていきます。そして最後にグルーブというタブを見ていきます。こちらには右のフレーズ集が収録されています。このような感じで BPM ごとに分けられていまして、ミディが収録されています。そしてこの三角ボタン、プレイボタンを押すと視聴することが可能です。BPM ごとにカテゴライズされていますが、DAW の方で指定したテンポに合わせた状態で再生してくれます。そして気に入ったものがありましたら、ここですね。ここの名前をクリックしてドラッグしてドロップすると MIDI が読み込むことができるということですね。ここをドラッグドロップするのかなと思ったのですが、こちらをつかむようです。では最後に改めて他の楽器と合わせて聴いてみましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。今回は何もエフェクトをかけることなくそのままの状態でステレオアウトして鳴らしていましたが、音源をロードしてすぐこのサウンドが出るというのは非常にありがたいですよね。もちろんコンタクト音源ですので、各チャンネルをマルチアウトで出力してそれぞれのトラックにプラグインを挿してミックスしていくといった使い方もできます。デメリットとしましては、収録されているドラムが主にワンセットであること、また音があらかじめ作られているのでメタルやハードロック以外のジャンルにはちょっとハマりにくいかなというところがあります。同系列で比較対象となるのは GGD のワンキットワンダーシリーズとかそのあたりになるのかなと思いますが、ピンポイントでこのサウンドを欲しかったという人にとっては最適なドラム音源だと思います。はい、というわけでこのチャンネルでは音楽の作り方だったり音系機材のレビューなどをしていますので、もしいいなと思っていただけましたらチャンネル登録や高評価などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。